皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は、2022年使って良かったもの、買って後悔したもの紹介をします。使って良かったものに買って後悔したもの紹介。はい、今年1年でいろんな動画を作らせてもらいました。自分で買ったものや案件でもらったもの。今回はその中でも本当に使って良かったものをご紹介していこうと思います。あんたがどんなものを良かったと思ったのか気になるところね。あと買って後悔したものもご紹介していこうかと思います。買って後悔したものとか面白そうね。シュラミちゃん、顔が怖い。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずは1月6日に公開したこちらのインテル Core i3-12100F になります。今年の年明け早々に新発売した CPU だったのですが、シングル性能がかなり向上した CPU でした。インテルが12世代の CPU を発売してから2ヶ月後ぐらいに出た CPU シリーズの中で、1万円台で買うにはかなりスペックが高いものだったので今回ランクインしました。現在でも最安で1万5000円を切る値段となっています。こちらの CPU は4コア8スレッドの CPU となるので、ゲーム配信や動画編集などの他コアを使用するものには向いておりませんが、普通にパソコンゲームをしたいやオフィス系、事務系の用途であれば、問題はない CPU と思います。ただし、こちらの CPU は F 付きモデルとなるので、グラフィックボードが必須となりますのでご注意ください。確か内蔵グラフィック付きと結構値段差があるんだっけ？そうですね、だいたい5000円ぐらい差がありますね。高い CPU であれば5000円ぐらいの差なら内蔵グラフィック付きの方が断然いいと思うのですが、せっかく安く買える CPU で5000円追加で払うと考えるとちょっと悩んでしまうところではありますね。ということでまず最初にご紹介したのは、インテル Core i3-12100F でした。では次行ってみましょう。続いては4月15日に投稿した AMD Ryzen 7 5700X になります。こちらは ASUS 様の案件でいただいたものになるのですが、GDP65W で8コア16スレッドとなる CPU で、消費電力が低いのにかなり高性能な CPU だったので、使ってよかったと思いご紹介いたします。それまで私のメイン CPU は同じ Ryzen 7の 5800X を使っていたのですが、この GDP65W が魅力的すぎて、現在のメイン CPU として使用しています。現在私のメインパソコンでは主に、動画編集、パソコンゲーム配信、雑談配信など、私の環境下では8コア16スレッドで十分な性能かなと思います。値段は現在最安価格で3万円を切っているので、こちらもかなりおすすめな CPU ですね。ただ、現在 B450 などのマザーボードが高騰しているみたいなので、マザーボードとうまく購入できればかなりいいんじゃないかなと思います。では次行ってみましょう。シュラララ。続いては4月28日に投稿した、ディープクールの AK400 になります。こちらもディープクール様からいただいたものとなるのですが、この CPU クーラーは、安いのに冷える、これしかありません。今までコスパ最強と呼ばれていたのがコテツマーク2でしたが、それを超えてきたのがこちらの AK400 でした。最大 220W の TDP まで対応の空冷クーラーで、ディープクール独自のヒートシンクを使っていたり、高さも 155mm と割とどんなケースでも使えるクーラーですね。現在は最安価格が3384円と発売より安くなっているので、とりあえず一つ持っていても良い CPU クーラーかなと思います。では次。続いては5月15日に投稿したハイパー X のクアッドキャストになります。こちらはジャンパラで5480円で買ってきた中古品となるのですが、新品だと1万5000円以上する USB マイクとなります。マイクに1万円以上、と思う方もいるかと思いますが、やはり高いだけのことはあって、音質も機能もかなり良いところが詰まってました。特に便利だなと思っているのが、マイクてっぺんにあるミュートボタンですね。物理的なボタンの押し心地はないのですが、マイクのオンオフを LED が教えてくれるので、配信中に急にオンオフ切り替えたい時などよく使っています。あんたそんなにオンオフしてるの？私、一年中鼻水小僧なので配信中に鼻を噛みたい時などオンオフしてます。なるほど。音質などは好みがあるので、よかったら動画の方も見ていただければと思います。では次。こちらは6月24日に投稿したディープクールの LS720 になります。こちらもディープクール様からいただいたものではあるのですが、うちにある爆熱 CPU、インテル Core i9-12900K も冷やせる簡易水冷クーラーです。それまでうちの 12900K を冷やせたクーラーが、MSI MEG コアリキッド S360 しかなかったので、2万円のクーラーで 12900K を冷やせたので正直びっくりしました。現在でも2万円を切っているので、かなりコスパが良い CPU クーラーかなと思います。12月に新しく LT720 もレビューしたのですが、性能は変わらないので、見た目の好みで選んでもらえればと思います。
ただこっちの方が4000円ぐらい高いです。では次。続いては8月9日に投稿したコポチェアプレミアムになります。こちらはコポ様からいただいたもので、作成以来ずっと使っているのですが、本当に疲れにくい椅子なんですよね。ただ価格もめちゃめちゃ高いもので、割引があっても約8万円の椅子となります。ただその座り心地は本当に良くて、たまに徹夜で動画編集をしたりしてるんですが、そのまま1時間ぐらいこの椅子で仮眠を取ったりするのにも快適ですね。まあ風邪をひく可能性もあるので、寝るときはちゃんと布団で寝ましょう。で、約半年ほど使っているのですが、特に損傷などはないのですが、ただ一点。座面と背もたれがメッシュ生地なので、この時期は寒いです。暖房を入れてないとメッシュ素材のところから冷たい空気がお尻とかに来るので、座っているとブルッとします。あと、雲のような座り心地は今でもわかりません。では次。こちらは9月3日に投稿した ASUS タフゲーミングキャプチャーボックス120になります。こちらも ASUS 様からいただいたものになるのですが、あれから検証時のキャプチャーはこちらを使用しています。このキャプチャーボックスの良いところとしては、4K 解像度のキャプチャーができる。これに尽きるかと思います。4K 対応のキャプチャーボックスはいろんなメーカーから出ていますが、現在 4K 対応で2万円を切っているキャプチャーボックスはなかなかないのでありかなと思います。また配信ソフトである OBS スタジオの認証も得ているので、配信等にも向いている機材になります。あとはタイムシフト機能もあり、録画し忘れたものも遡って録画することも可能です。ただ使っていてたまに起きる現象なんですが、キャプチャーをしようと思ってベンチマークを走らせたところ、画面がついたり消えたりと、チカチカすることがたまにあるんですよね。ドライバーが原因なのか、ソフト側が原因なのかわからないのですが、そこら辺が改善されるともっと良くなるかなと思います。では使って良かったものはここまで。ここからはなんで買ったのかわからない、買って後悔したものをご紹介します。シュラララ。こちらは6月11日に投稿した AMD Ryzen 3 4100になるのですが、もともと4月に発売するという情報から突然6月に発売するという謎の CPU でした。同じ時期に Ryzen 5 4500も発売されて、低価格帯 CPU として活躍できるかなと思ったのですが、同じ価格帯の i3-12100F に惨敗という結果でした。まあマザーボードの汎用性などを考えれば、選択肢としてありなのかもしれませんが、おすすめできるってほどでもないかなと思いました。では次。こちらは7月8日に投稿した GeForce GTX 1630になります。値段が2万円を超える GPU だったのですが、グラボの高騰化の終わりが見え始めていた頃に発売されたので、価格と性能のバランスが最高に悪かったですね。末尾が30番台というエントリークラスの GPU なのですが、2万円を超えてしまい、ゲーム用途としてよりも映像出力目的に近い性能だったので、なかなかおすすめできないなと思いました。詳しい性能を見たい方は動画の方をご覧ください。では次。続いては9月23日投稿のインテル Arc A380 になります。24年ぶりに出したインテルのグラボということで、色々と気になっていたのですが、価格と性能のバランスがやはり厳しいところではありました。昨年のグラボ高騰化中にインテルから新しいグラボが出ると情報が出ていたので気にはなっていたのですが、こちらもなかなか発売されず、グラボ高騰化の波が落ち着いた頃に出てきたので、価格と性能のバランスがいまいちという結果になりました。高騰化中に発売されていれば、また違った評価になったであろうグラボ代表ですね。ただ唯一のメリットは、一番安く AV1 エンコードができるグラボ、になります。現在 RTX 4090、4080、ラデオン7900シリーズでも AV1 エンコードができるのですが、どれも価格が20万円を超える GPU なので、3万円で AV1 エンコードができると考えれば、そこがメリットになるかもしれませんね。ということはもっと後悔したのが、こちらは11月12日に投稿したインテル Arc A770 リミテッドエディションになります。インテルのハイエンドグラボとして発売し、価格はなんと7万円。性能は、リファレンスはロマンです。シュラララ。はい、ということで今回は、2022年使って良かったものと買って後悔したもののご紹介でした。買って後悔したものとかそうやって無駄遣いして、やっぱり色々と新製品が出ると気になるじゃないですか。ということで本日はここまで。2022年も動画をたくさん見ていただきありがとうございました。2023年も動画を出していきますので今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。